今日もサブチャン撮っていきます。今日のサブチャンネルではもうそろそろ8月になるということで、7月の振り返りと8月にやりたいことリストを立てていきます。前ね、このノートにサブチャンで撮影しながら書いたページがあって、で振り返りで、まず一番上に書いていたスイカを食べるなど夏らしいことをする、これはできました。ちょうどスーパーで買ったスイカを買ってね、食べました。あとは2番目、美術館に行くっていうのは叶えられなかったです。なのでこれは来月叶えたいなと思います。来月も実は美術館に行く予定がすでにあるので、これはねできなかったってこと。あとはキッチンの見直し、整理をする、これもできてそうでできてなかったので8月中にやります。あとは誕生日があったっていうことで、とびきり美味しいケーキを食べるっていうことで、これもチェックつけました。体にいいサラダを作る、これはチェックっていうか三角にしておきましょう。サラダは一応作ったんだけど、いつもの感じ、いつもと変わらないサラダだったので三角にします。この本を買って、でずっとこの本に載っているサラダで作りたいサラダがあったんですけど、それをね7月にできなかったので、8月中には作りたいですね。本屋さんで立ち読みしてて、本当にどれも美味しそうなサラダのアイディアがあったので参考にしたいなって思って買ったんですけど、なかなかね作れてなくて、8月こそは作りたいです。味噌のサラダとか、普段私サラダにお味噌を使うことがないので発見もあるし、お料理のレパートリーも増えますよね。健康面にも気を使いたくて、いっぱい野菜料理作りたいと思います。で今健康の話になったんだけど、前メインチャンネルでも B モンスターの暗闇ボクシングを始めたっていう動画をね出して、もうめちゃくちゃ楽しいんですよ。普段ジムは通ってて、それプラスで B モンスターも行ってて、トレーニングジムと B モンスターでの暗闇ボクシングは全然違うなって思って、最初に通い始めたのがトレーニングジムだったんですけど、私が通っているトレーニングジムは器具があってプールもあるジムなんですけど、そのトレーニングジムはマシンを自分の好きなように使ってよくて、限界まであまり頑張ることができなかったっていうかね、なんて言うんだろう、ちょっと疲れたぐらいで、もう今日はこの辺にしとこうって思って帰ることがあったんですけど、 B モンスターだと私の他に同じく暗闇ボクシング通っている人とかパフォーマーの方がいるので、一人じゃないんだなっていうのがすごい心強いんですよ。私の会社でもね一時期話題になってて、暗闇ボクシングみんなで行こうよっていう話になってたんですけど、結局私がねもう別で通い始めたっていう感じで、そうだからトレーニングジムとはまた別物って思って通うのが良さそうです。で普段私が通っているトレーニングジムだったら翌日筋肉痛になることがたまにあるくらいなんだけど、暗闇ボクシングで体を動かした次の日は必ず筋肉痛になるんですよ。そうだから普段私それをジムで感じることがあまりないから、なんならボクシングの方が体に合ってるんじゃないかなって思うくらい、限界まで体を動かすっていう感じですね。でもだんだん回数を重ねるごとにきつさにも慣れていて楽しいって思える場面が増えてきて、私的に B モンスターは一番最初の初回はお試しで行ったんですけど、初回からもうすでに楽しいって思うくらいパフォーマーの方が場を盛り上げようって思っているのがすごい伝わってきて、洋楽のチョイスもいいなって感じてました。私が参加した回は一人で参加している方もいたし、もし B モンスター気になるって方はつい先日アップした動画でもご紹介しているので、そちらを見てみてください。じゃあ次が夏のスイーツを何か一つを作るっていう点で、これは夏のスイーツとは言わないかもしれないけど、私的にコーヒーゼリーは夏のイメージが強かったので、これは一応チェックを入れておきます。コーヒーゼリーをね作ったんですよ。でテラスでお酒をたしなむ、これはチェックつけましたね。今の時期だとお昼頃は暑すぎてテラスに行けないので、日が落ちた夕方くらいから椅子に座って空を眺めながらお酒を飲むっていうことをしてます。
でその次ホットプレートをたくさん使う、これはチェックつけます。たこ焼きパーティーもして、あとはベビーカステラとかも焼いたりしたので、これはもうねホットプレートをめちゃくちゃ活用できたんじゃないかと思ってチェックをつけました。7月気をつけること、飲みすぎない、週に 2,3 回に抑える、食中酒も美味しいんだけどロング缶2本までにする、1日。そうですね、これは三角かな。なぜかというと、友達カップルが来た時に結構飲みすぎちゃいました、お酒を。翌日若干二日酔いになるくらいまで飲んじゃいましたね。でもその日以外は割とコップ2杯に3杯4杯ぐらいに抑えて飲むようにしてます。私の中のルールっていうか、私の中でできるだけこうしようっていうのがあって、お酒はできるだけ週に 2,3 回で週末って決めてはいるんだけど、でもやっぱ平日でも飲みたいなって思う日あるじゃないですか。今だとオリンピックの試合見ながら飲みたいなとかっていう日があったので、そういう日はもう全然飲むようにしてます。飲むようにしてるっていうか、飲んじゃってますね。で仕事が煮詰まったりしたらコーヒーブレイクしたり、外出して気分転換する、図書館や本屋さんに積極的に足を運ぶ。これはね、7月はまあまあできてたかな。8月も引き続き自分で気分転換する方法を見つけたりして過ごしていきたいです。よし、7月はこんな感じでした。結構ね、7月忙しかった割には充実してたんじゃないかな。8月の計画立てていきます。で最近一気にマスキングテープが増えたから、マスキングテープの収納とかどうしてますかっていうコメントをいただいていて、今お見せすると、じゃじゃん。まずこれがマスキングテープの収納になってます。コメントの通りで、最近一気にマスキングテープが増えたから、もうこの引き出しに収まらなくなっちゃったんですよ。結構はみ出しちゃうぐらいに増えちゃったので、まだね全然整理できてないんだけど、もともとここに入っていたメモはまた別の引き出しにまとめてます。でここを1個開けたって感じです。で一応分け方としては、ここにはイラストが描かれたマスキングテープとか食べ物のイラストとかを置いていて、模様だけのマスキングテープあるじゃないですか。こういう感じの、ご飯が炊きました。無地の何も書かれてないマスキングテープはもう一つの引き出しに収納しています。その方がマスキングテープなんか探しやすくなったかなって思ってますね。はい、こんな感じです。でそう、引き出しを今増やしたから、またもうちょっと買ってもいいくらいに余白はできました。7月はこの湖の付箋を使いたいなと思ったので、これを持ってきました。どうしようかな。私が結構悩むポイントなんですけど、カラーペンを使ったらここにね、うっすら後ろのページに透けちゃうんですよ。でこのペンはクリックアートで確か書いたの。このペンを使ったんですけど、ちょっと透けちゃうので、次のページに書くときはここをね1枚白紙にして書いたりしてます。本当はね全部のページをしっかり使いたいっていう気持ちもあるんだけど、やっぱ色付きのペンを使ったらにじんじゃって、ここにせっかくここのページ書いたところにインクがつくので、今回も2ページ分は開けることにします。でもやっぱ目標を作るのいいですね。叶えるのが難しい目標っていうわけでもないから、そこは叶えやすいですね。ゴッホのひまわりのマスキングテープを使いたくなったので、これを縦に貼っていきます。付箋もあります。なんかね、私のちょっと最近ショックだった話があって、数年夏がめちゃくちゃ暑いからノースリーブのお洋服を着ることが多いんですよ。今年買った夏服とかもノースリーブとかフレンチスリーブのお洋服とかも多くて、着ててもちょっとは涼しくなるからそれをね着てたんですよ。お出かけに行った時に彼とかがね私の写真を撮ってくれて、後から見返すと二の腕がびっくりするぐらい太くて、なんかもうムチってしてるんですよ。8月はこれから予定書くんだけど、二の腕のお肉を落とすっていうのを目標にしたいです。ちょっとねここのお肉を落としていきたいなって思います。
もう本当にね、このボクシングしてるとここの二の腕がプルプル動いてるのがわかるので、脂肪を燃焼してくれるんじゃないかなっていう期待も込めていっぱい打つ予定です。8月のページは黄色をメインカラーに使おうと思って、ちょっと黄色っぽいシールを探しています。可愛いステッカーがあったのでこれを貼ります。いや、可愛い。重ねたらめっちゃ可愛いです。よく見るとカゴにひまわりを乗せてるんですよ。ここで水色を使ったので、左のページでも何か水色のシールとか貼った方がバランスが良くなりそうですね。可愛い。一番上に二の腕を細くするってビーモンスターので、細くするっていうよりも筋肉をつけるの方がいいかも。先月三角だった体にいいサラダを作る。夏野菜を食べる。あとは美術館に行くって書いたけど、8月に箱根旅行があるのでそれも書きます。楽しむ。ホテルは予約したので、あとは向こうに向かうだけですね。箱根旅行と美術館はセットで書きました。キッチン掃除っていうか、キッチンの棚の整理、美味しいかき氷を食べる。これなんか去年も同じこと書いてた気がする。ジュエリーを買う。前の動画でジュエリーの話をしたんですけど、自分への誕生日プレゼントっていうタイトルで動画をアップしていて、コメントで私も30歳記念でダムールのネックレスを買いました。今どのブランドもめっちゃ値上がってますよね。お気に入りに出会えますようにっていうコメントをいただいていて、もう本当にそうやっぱね、今価格が高騰しすぎてて、本当にこれだって思うものに出会えるまではね、なかなか手を出せないんですよね。ジュエリーいいですね。ハイブランドでしたら片方なくしても破格で新品が買えるみたいですよ。そうなんだ。知らなかった。他にもコメントいただいてるんだけど、今はジュエリーとかプレゼントに関するコメントを読んでいます。私は30歳記念にイラストレーターさんにお誕生日イラストを描いてもらいました。うわ、素敵ですね。それは一生の宝物になりそう。私ももうすぐ誕生日なのでネックレスを探していますが、同じく普段つけないので迷っています。そうなんですよね。私もネックレスを普段つけないけど買おうかなっていう話をしていたんですけど、買ったら買ったで使うんじゃないかなって思ったりもしてるんですよ。アクセサリー系悩みますよね。私もピアス片方なくしたことがあるのでその気持ちわかります。私だったらブレスレットを買っちゃいます。自分の目に行くものを選びがちで。確かにネイルとかもそうだけど、手につけるものは一番自分の目に入りやすいっていうのでね、そういう選び方もいいですね。私も先週30歳になりましたっていう方もいます。おめでとうございます。素晴らしい沖縄の日本人女性、お誕生日おめでとうって嬉しい。海外の方からもね、コメントいただいてます。私も30歳の時にアーカーのネックレスを買いました。誕生日にジュエリー買うのいいですよね。10年ごとに買おうかなって考えています。30だから次は40歳、50歳とかいいですね。10年ごとに買うの。あとピアスとネックレスをセットにしてはどうでしょうか。せっかくの記念ですしねっていう方もいて、私このコメントを見てね、結構揺らいでます。そのジュエリーが本当にお気に入りで、それがピアスとネックレスがあれば買うのもありだなってね、思っちゃいました。ネックレスとピアス迷いますよね。ネックレスにしたら逆にネックレスに合うようなお洋服を選ぶようになるかもしれませんね。それも楽しそうです。私も30代になったら記念のジュエリーを買う予定です。確かにそのネックレスに合わせるためのお洋服を選んじゃいそうですね。花子さんお誕生日おめでとうございます。私も母にもらった大切なピアスを満員電車で落としてしまって救出不可能でへこみました。それは悲しすぎる。それから大切なピアスをあまりつけなくなっちゃって、でもネックレスをつけるときはテンション上がります。花子さんに素敵なジュエリーが見つかりますように。そして30代は30代の楽しみがあると思います。楽しんでくださいね。ありがとうございます。他のコメントで質問があるのは、花子さんはマステ帳は作ってないでしょうかっていうコメントで、マステ帳はね、私作ってないんですよ。強いて言うなら、最近から普段使っている水色の
日記帳があるんですけど、そこに買ったお気に入りのマスキングテープを貼ったりはしています。全部のマスキングテープっていうわけではなくて、ほんと最近からですね。30代はあっという間に過ぎますよ。20代ほどもがくことはなくなりますよ。40代の私からしたらまだ若いからいろんなことに挑戦してくださいっていうメッセージをね、いただきました。はい、ってことでまだジュエリーを選ぶことができていないので、これも8月の目標に書いておく。8月のページはこんな感じに仕上がりました。本日もご視聴いただきありがとうございました。